富山県南砺市稲見は日本を代表する木彫りの町です。町の中心を貫く八日町通りには数多くの木彫刻師たちが工房を連ね、石畳の風情ある町並みにのみを打つ土音を響かせています。稲見彫刻は宝暦13年1763年に始まる瑞泉寺再建を起源とし、260年の歴史を誇ります。稲見彫刻伝統工芸士、現代の名工岩倉良泉氏に座敷欄間の注文が入りました。今回の題材は世襲の思い出。自分が生まれ育った地の風景を彫ってほしいとの要望です。座敷欄間はおよそ 2,3 メートル離れた場所に座り、見上げて鑑賞することを想定し、制作にあたります。現地に行って写真を撮り、資料を集め、図案を考えていきます。図案を考える上で、世襲の家の間取りも重要です。家のその間取りとか入れる場所によって庭先へ向かって枝先は伸びるものであると。それで庭から鳥が舞い込むような図案をするであったり、太陽が昇ってくる位置が朝日だと縁起はいいけれども夕日だと縁起が悪いと、そういうような部分をやるために一回家へ行って確かめると。図案の構想が固まったら、実際の彫刻欄間の3分の1サイズに墨で濃淡をつけた図案を描いて世襲に見てもらい了解を得ます。世襲に了解を得た小さな図案をもとに鉛筆や木炭、墨を用いて原寸大の下図を作ります。下図の上に和紙をのせ、墨だけで本図を描きます。こうした図案作業は彫刻において最も大事な作業のため、稲見では必ず親方が描いてきました。材料選びでは図案に合わせて材料を選ぶ場合と、先に選んだ材料に合わせて図案を描く場合があります。今回は図案に合わせ、厚み3寸、約9センチのクス材を使います。クスは縄目が非常に強く、細かな細工をしても木の目が切れることが少ないため、彫刻欄間の材料として好まれています。選んだ材料は製材所に持ち込み、板状に加工します。なんでオールザンかというと、材質によって製材の仕方が違うんですね。柔らかい木はある程度の一定のスピードで製材してでもいいんですけど、木の硬さが違ったり、木の小で締まったりするんですね。で、その時に台車を動かすスピード、常に調整してるんですね。だからそこら辺が普通の大工さんの製材とは違う。本図が完成したら、木材の上にカーボン紙を敷いて、上からペンなどでなぞって図案を部材に転写します。穴あけの準備のために印をつけていきます。彫る場所によって弱い部分にはつなぎを作ります。
穴開け作業は下作業として業者に発注します。掘り作業に大事なつなぎ部分を落とさないようしっかり確認を行います。掘り作業は大きく荒掘りと仕上げ掘りに分かれます。荒掘りは原能でのみを叩き力強く大胆に掘っていきます。一方仕上げ掘りは原能で叩かず手や腕の力のみで掘っていきます。荒掘りは荒落とし、荒掘り、小掘りの作業があり、各部の輪郭や前後関係などが決まる最も重要な工程です。一般の方は仕上げをするのが難しいみたいな言い方をしますけど、稲見彫刻の場合は荒彫りが最重要で、親方の仕事であると。欄間の裏側を彫り込むときは鏡を用いて表裏の被写体の位置関係を合わせながら作業を進めます。欄間には裏側の図案はないので、施主との打ち合わせで話し合ったヒントをもとにアドリブで欄間に直接図案を書き込み彫り進めます。荒彫りが進んだら小彫り作業に入ります。ここでは小枝の穴開けや透かし彫りなどを施します。稲見では荒彫りで彫刻の8割ができ、その良し悪しが決まると言われています。荒彫りが終わると次に仕上げ彫りの工程に入ります。仕上げ彫りには下削り、仕上げ、過色彫りがあり、その後にダメ直しがあります。下削り作業は粗く仕上げる作業のことで、主に弟子の仕事です。仕上げ彫りの5割ほどの作業になります。仕上げの工程では木の目に逆らって彫るところが多いです。その逆目部分をうまく彫るためには、長い経験を積み重ね、のみをただ押すのではなく、逆目に合わせて回しながら彫っていくことが要求されます。下削りの部分に関しては、若い子の木の性質を学ぶ場所になってますね。だからそれで十分技術的なことを覚えてから、細かな過色をしていくという。下削り作業で粗く仕上げ、続いて仕上げ彫りと過色彫りを同時に行っていき、欄間に繊細な表情をつけていきます。彫刻師は200本以上ののみを駆使して彫っていきます。のみは大きく粗彫り用と仕上げ彫り用の2種類に分けられます。粗彫り用ののみは口金、頭金がついている叩きのみで、原能で叩いて使います。仕上げ用ののみは叩いて使わないので、口金もなく、首の長いものが多いです。荒彫りの場合は右手に原能を持って左手に道具を持ちます。仕上げ道具は右手に道具を持ちます。荒彫りも仕上げも右手は削る力を入れている。で、左手でのみの方向を決めるということをやってます。仕上げ彫りが終わると、欄間の枠を取り付けるため、戸大工の作業場に持っていき、枠を入れる下準備をします。まず溝切りで枠を入れるところまで切り落とします。覆輪周りを底付きカンナ、差しのみ、
ひらがんななどを用いて削ります。ノコギリで切れ目を入れておいた覆輪の部分をのみで落とします。裏側の覆輪も同じように加工していきます。枠を入れる下準備ができたら、欄間を再度工房に持ち帰り、覆輪からはみ出た彫刻の部分を仕上げます。その工程をダメ直しと言います。余分なものを外す、で加色をする、そういうものを含めてうちらの方ではダメ直しをするという。ダメ直しが終わったら、戸大工の作業場に再度行き、枠を取り付けます。枠を入れる際には弦ので叩くので、彫刻を保護するため、補強部分のつなぎは枠を入れるまで残しておきます。四隅の余分なところを切り落とし、カンナをかけ整えます。枠入れの作業が終わったら、つなぎをのみや糸のこで切り取り整えます。この作業もダメ直しです。完成した欄間の納品です。設置は大工に依頼し、微調整を行い収めます。私の小さい頃から育ってきた思い出ですね、それを大事にやっぱり残したかったもんなで、こういうふうな形で残しました。思い出もあるし、自分でこっちに来て振り返ったら、生まれたうちの氏神さんが大事に思えてこういうふうに彫っていただきました。これ見て本当に感動しました。私らは職業としての彫刻師です。施主さんの代わりに思いをここに残すという、だからそれに応えるためにいろんな表現であったり勉強して次のために努力してるというか、私がもう70になりましたけど、100% っていうことがなかなか難しいと思いますよね。ホテルとかはそれもその時の 100% 作ってるんですけど、この欄間でもそうでしたけど、やっぱどうしようかなって夜寝れんかったようなこともやっぱありますよね。でもそれも苦しみでもあるし、逆に楽しみでもあるし、いつまでたっても、堂々巡りかもしれないですね。